スバルというホテルに泊まりました。今から、十津川村に行きたいと思います。今回はお母さんと旅行です。すごいね、くねくねの道をお母さんが運転してくれてここまで来ました。見てください、本当に山の中ですね。すごいいい天気でよかった。今から車で10分ぐらいのところに、日本語で秘境って言うんですけど、秘密の境って書くんですけど、秘境に行きます。本当に村ですね。山の中の村に行きます。はい、楽しみです。皆さんに景色を見せたいと思います。またね。いい天気ですね。はい、今日はお母さんと来ました。ヤッホー。Welcome back to my channel って言ってみて。Welcome back to my channel. Yes できた。できた。できました。合格。合格です。ありがとうございます。先生。先生じゃないけど。お母さんどうですか、この景色。最高です。最高ですね。この山に囲まれた景色。やばいな、ほんまに。運転ありがとう。いえいえ。いえいえ。でもなんかもうワクワクやった。ワクワクやった。ドキドキワクワクした。世界遺産 Made in Japan。綺麗。すごい、ここを昔の人が歩いてたのかな。これ熊野古道やから、これを通って熊野本宮大社に向かう道やから、ここをみんな旅人が通って。ここだから世界遺産の道ですね。そうそう、私は今世界遺産の道を歩いています。そんなんしてここから転げてったら面白いよな。ここもうそれしたらお笑い芸人やな。そうやな。そこまでしたらこんなんして「あー」とか言ってコロ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 転げたら。この果てなし集落には5世帯っていうのは5つの家族っていう意味なんですけど、5世帯しか住んでないらしくて、全員合わせても20人しか住んでないらしいです。それぐらい小さい集落ですね。人が住んでるからちょっと静かにした方がいいです。蜂めっちゃいる。ここに書いてるね。ここは個人宅です。朝8時から夕方4時以外のお越しはご遠慮くださいって書いてますね。今大丈夫だね。これは多分昔、熊野古道を歩いてた人がかぶってた帽子とわらじと傘かな。なんか飾ってありますね。ここの縁側はこういう熊野古道を歩く人のために、ここのお家の方がわざわざ開放してて、皆さんのためにって言って、こういうふうにお花も、こういうお水にあるこのお花もそういう人のためにっていうおもてなしの心で置いてくれてる。テレビで見たん？そうテレビ情報。足元気をつけて。はい、ありがとう。わあ本当に足元気をつけないといけない。こんな感じです。はい、こんな感じだから、これは昔からある道だから、昔の人が作ってくれた道ですね。これどうやって作ったのかな。ほんまやな。ここまで石を運んできて、わざわざ作ってくれたのかな。熊野古道っていうのは私の他のビデオでも説明したことがあるんですけど、昔々平安時代からある道で、平安時代っていうのは
1200年前ぐらい、京都が首都だった時なんですけど、その時に貴族の方だからお金持ちの方とかすごく位が高い方が、熊野古道を歩き始めたと言われています。その道を歩いたらすごくご利益がある、健康でいられるとかご利益があるっていうので、いろんなルートがあるんですけど、例えば高野山っていうところから和歌山の南の方の那智の滝、那智大社だったかな、ちょっと名前忘れちゃったけど、私も行ったことがあるんですけど、そこまで歩いたそうですね。70kmぐらいあるから、1ヶ月2ヶ月ぐらいかかったんじゃないかな、その頃は。分かんないけど、でもその多分ルートによって長さが違うから、ルートによって違うと思うけど、本当にその病気の人もその道を歩いたら病気が治るって信じて歩いたらしいですね。すごくない？すごい。1200年前からある道を今私は歩いています。それ飛んでるよ。飛べてないか。飛ぼうとしてる。はい、飛ぼうとしてる。はい。蜂おる。そこで出会った人に神社をおすすめしてもらったので、今からそこに行きます。行きます。玉木神社か玉木大社かちょっとわかんないけど、なんかすごく良かったって言ってたから、せっかくここまで来たなら行かないともったいないですよって言ってたね。勧めてもらったんで、一緒に母ちゃんと行きます。行きます。レッツゴー。さっきおすすめしてもらった玉木神社という神社に来ました。今から中を見てみたいと思います。行きましょう。ここで一礼します。一回お辞儀をします。で入ります。お邪魔します。ここは山の上なので、もう紅葉が始まってますね。皆さん見えますか？紅葉してますね。世界人類が平和でありますように。ありがとうございます。ありがとうございます。優しいですね。お体の不自由な方は左の道より参拝くださいって書いてありますね。玉木神社参道、ここから行きます。ここに鳥居があるので、ここで一礼して入らせていただきます。ここに歴史の道って書いてありますね。ここから熊野本宮大社まで行くこの道が熊野古道の道ですね。見てください。なんか昔から変わってなさそうな石段の道ですね。本当に綺麗。すごく神秘的ですね、ここ。すごいな、これ一緒に成長するっていう意味なのかな。この木は3000歳です。3000年の木ですね。私の100倍長く地球にいます。私今31歳。
3000歳だから100倍先輩です。すごいね。樹齢3000年って書いてるんですけど、樹齢っていうのは木の年齢っていう意味ですね。これがご神木です。ご神木っていうのは神社の中にある木で、神様が宿る木っていう意味ですね。だから木の周りに縄とあとシダっていう、ここは神聖ですよっていうのを示す紙がついてますね。お相撲さんのこの縄にもついている、これシダって言います。シダかシダか分かんないけど、この紙がついてるからこれは神聖ですっていう意味ですね。すごい木から木が生えてる。見えるかな。木からまた木が生えて、そこに葉っぱが生えてる。神聖なところに来ましたね。神社の裏の山に登りました。疲れた。ここからの景色最高です。素晴らしい景色。頂上まで登りました。景色がめっちゃ綺麗です。奈良は本当に綺麗なところが多いですね。日本語で古都って言うんですけど、古い都ですね。奈良は京都の前の首都でした。奈良は一回首都だったことがあるんですね。奈良時代っていう時代なんですけど、平安時代のちょっと前かな。だから世界遺産も多いし、日本最古、日本で一番古いものが多いんですね。神社も多いし、お寺も多いし、本当に奈良って最高です。本当に奈良って歴史的なところで、もちろん京都も歴史的なところが多いんですけど、私は奈良も大好きです。本当にすごい、なんか森みたいなところに来ました。日本では山がご神体だったりします。ご神体っていうのは神様が宿るところだから、山に登るときはできるだけ静かに登った方がいいです。ただハイキングできる山もあるんですけど、こういう神社の裏にある山っていうのはすごく神聖な山が多いんですね。だから日本人も登るときは静かに登ります。みんな心を落ち着かせて登る山なので、あんまり大きい声で話さない方がいいです。話しちゃダメですね。昨日も奈良の三輪山、三輪神社の裏にある山に登りました。その時もみんな静かに登っていました。動画も撮影できなかったです。そういう神聖な山に昨日も登ったんですけど、本当にちょっと次元が違うというか、すごく神聖な雰囲気、厳かな雰囲気って日本語では言うんですけど、なんか心が引き締まるような空気のところが多いですね。だから日本に来てこういう神聖なところに皆さんにも来てほしいんですけど、そういう時はちょっと声のボリュームを落としてそういうところに行くといいと思います。本当にこういう歴史的なところに来ると、私も日本に感謝したいなと思います。日本人として生まれたことに感謝したいし、自分の文化とか歴史のことをもっと勉強したいなって思います。こうやって皆さんにいろんなことをシェアさせていただいているので、本当に私も勉強になることばっかりなんですけど、これからも勉強してもっと皆さんに日本の美しさとか日本の歴史文化についてシェアできるようにしたいです。だからそういう日本の歴史とか文化に興味がある人はぜひチャンネル登録もお願いします。吊り橋を見に来たんですけど、今工事中でした。ちょっとショックだけど、来年3月まで工事してるらしいので、また来年
帰ってきてねっていうことだと思います来年また帰ってきてねっていうことだと思って帰ろうと思います。また来年お母さんとここに行きたいと思います。はい、じゃあ皆さん今日は見てくれてありがとうございました。日本の綺麗な景色を皆さんにシェアできて嬉しいです。はい、ということで見てくれてありがとう。またね、バイバイ。良かったと思った人は登録するのを忘れないでね。Don't forget to subscribe. And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. The link is in the description box. じゃあまたね。